皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1152日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士950名、戦車1両、装甲戦闘車5両、砲49門、ドローン64機、その他車両113両となっています。プーチン大統領は一方的にロシア軍に対し1日の休戦を命じましたが、ゼレンスキー大統領は沈黙には沈黙を、攻撃には攻撃で応じると述べ、ロシアの停戦命令の数分後に戦闘停止を命令し、停戦違反については写真とビデオで記録し、必要であれば反撃するよう命令しました。一方、プーチン大統領の声明の直後には、ロシアはシャヘドドローンによるウクライナ全土に攻撃を行ったことが確認され、前線ではごく一部で砲撃がないところが報告されていますが、ほとんどの前線では変化がなく、ロシア軍の砲撃と攻撃が繰り返されています。戦争研究所では、ロシアは1日の停戦を突然発表することで、アメリカの機嫌を取り、アメリカと経済制裁の解除など2国間の交渉を続けようとしていると分析し、アナリストたちは、双方の合意もなければ、事前の発表も停戦メカニズムもなく、ロシアによる一方的な情報作戦であるとしています。戦線全体では、停戦の前日で162回の地上戦がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシアを代表する自動車メーカーのアフトワズは、昨年9月にロシア初の電気自動車ラーダイ・ラルグスの販売を開始しましたが、半年経過して販売実績が1台だったことが判明しました。アフトワズのソロコフ社長は、昨年末までには数十台販売する計画だと述べましたが、昨年は1台も売れず、今年に入ってようやく1台売ることができたとのことです。ラーダイ・ラルグスは、ロシア製のバッテリー、163馬力の電気モーターを搭載し、グレードにより320キロから420キロの航続距離があり、価格は国による補助金を引いた後の価格で300万ルーブルになります。この極度の不振について、マーケティング担当副社長のコストロミン氏は、価格が高く、中国ブランドとの競争にもならないと不振を認めたほか、専門家は、ベースとなるモデルは、ルーマニアで20年前に登場した時代遅れの車だったことも影響していると分析しています。ロシアでは、制裁、インフレ、高金利、過剰在庫により、新車の需要は半減し、アフトワズの3月の売上は、前年同期比 45.5% も減少。最も人気のあるグランテの生産も4月25日で休止し、従業員は一時帰休となると伝えられています。2番目。レバダセンターの調査によると、ロシア人が普通の生活をするために必要な金額は1年で 22% 増加し、公式のインフレ率 9.5% を大きく上回りました。それによると、普通の生活に必要な金額は、1人当たり、月額69,500ルーブル、11万8000円と 22% 増えた一方、回答者の3分の2の収入は、この金額に届かないことも分かりました。この結果について、レバダセンターでは 33% が貧困状態、38% が貧困と最低水準以下の間、21% が最低水準と普通の生活の間と分類し、普通以上の生活を送っているのは 9%、裕福な生活を送っているのは 1% 未満に過ぎないと分析しました。
3番目。ロシアで知名度と人気があり、西側各国から数々のテロに関与したとして指名手配された一方、プーチン大統領の政敵として投獄されたロシア極右主義者の司令官イーゴル・ストレルコフ、イーゴル・ギルキンは支援者を通じて指揮を公表し、ロシアに最悪の事態が起き、国家が消滅する可能性がますます高まったと予想しました。ストレルコフは今の状況について、経済、政治、軍事問わず入ってくるニュースは、どれも雷雨や嵐があって、雲は息を飲み、雷鳴と閃光が見える状況を示している。この嵐は成長し、間もなくこちらに向かってくるとパーフェクトストームを指摘しました。同氏は、クレムリンはもう戦うことができず、越えてはならない一線を踏み間違え、ロシア指導部のあからさまな無能さが、この国を崩壊に導いていると、戦略の失敗と戦争継続が困難であることを指摘しました。さらに、ロシアは、もはや敵国からも、同盟国からも恐れられなくなっている。危険な時期は5月から始まる。私は、楽観的な予測は全くできない。この政権下で国家が崩壊すると、崩壊の開始が喫緊に迫っていることを予測しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、この分野で起きた様々な事案を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に適した表現を使っています。また、海外で戦況分析に使っている人がいますので、聞き取りやすい英語の副音声を数時間後に公開しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているスームイからクルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は晴れ。最高気温25度、最低気温10度。今日の天気予報も晴れとなっていて、週末に雨が予報されています。この方面でルシアン軍は、クルスク方面で23回の攻撃と25回の空爆、ハルキウ方面で7回攻撃を行いました。クルスク方面。この方面では、ルジアンが損害を出しながら奪還を進め、ウクライナ領内を侵攻しようとしています。1番目。ウクライナ側のバシフカでは、ルジアンの前進は、ここ1ヶ月ほど成果がなく、今日も目立った攻撃の報告はありませんが、ウクライナ軍がルジアンの前進を事前に阻止しています。位置情報付きの映像によると、地図の家でルジアンの活動が観察され、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第36海兵旅団のもので、ルジアンたちが地図の場所で食料や物資を運んでいる様子となっています。戦況図に変更はありません。2番目。ルシアン軍では、オレシュニャの奪還を発表していますが、今のところ確認が取れる情報はなく、ウクライナ軍の戦意を削ぐプロパガンダの可能性もあります。こちらも、今のところは、戦況図に変更はありません。それ以外に地図を引くと、クルスク方面のゴルナル、ハルキウ方面のボフチャンスクで地上戦の報告がありますが、これらを含めて、クルスクからハルキウ方面で戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で少なくとも11回、スバトベクレミンナ戦は17回、シベルスク周辺で2回、チャシフヤール方面では6回、トレツクの方向は26回攻撃を行いました。スバトベクレミンナ戦。この方面では、ルジアンは前進できそうなところを探して攻撃を仕掛けています。そのうち、ロゾバとゼレニーハイの間にある郊外では、
ルジアンが攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3突撃軍団のもので、地図の場所の様子となっています。これにより、ロシア軍の兵士8名が地面に召され、7名が負傷、BMP 歩兵戦闘車1両、4輪バギー、オートバイなど3両の損害を出し、攻撃は失敗に終わりました。戦況図では、この場所を、ルジアンの占領地を1キロ縮小させ、係争地に更新しました。トレツク方面。この方面でも、ルジアンの攻撃が続き、市街地の突破と側面攻撃を強化しています。ウクライナ軍の情報機関の関係筋によると、ロシア軍は、クルスクからドローン部隊をトレツクの南西にあるカリノベに再配置し、攻撃作戦を強化しているとの情報があります。また、ウクライナ軍のザポロジェツ報道官は、この方面の戦況について、トレツクでは3から5台のオートバイ部隊で攻撃を行っている。オートバイは突撃以外にも地雷除去、亡骸を引きずって回収するなど様々な任務に使用し、砲兵支援なしで野原を駆け回り、陣地を固めようとしていると、その活用方法を説明しました。1番目。トレツクの北にあるダチネの郊外では、ルジアンが多連装ロケットと砲撃でウクライナ軍陣地を攻撃して動きを牽制し、その後、歩兵が攻撃を仕掛け、ウクライナ軍が応戦しています。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図の場所にある穴の中にいるルジアンを観察している様子となっています。陣地にはスターリンクのアンテナもあり、ルジアンが穴から出てドローンを発進させていて、この場所がある程度拠点化されているのが確認できます。戦況図では、この場所まで 1.5 キロの範囲でルジアンが前進したとして更新しました。2番目。また、トレツク市街地の北西郊外では、ルジアンが市街地を抜け前進を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナのテレビ番組の一場面で、地図の線路沿いの場所にいるルジアンを、ウクライナ軍の第49突撃大隊のドローンが、上空からつぶさに観察しているところとなっています。この場所は係争地としていますので、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では54回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で9回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、双方が攻撃を行い、ポクロフスク周辺で、ルジアンは、進軍が困難となって苦戦しています。1番目。ポクロフスクの東にあるノボトレツクからミロリュビフカでは、おとといの動画で、ロシア軍の大規模な機械化攻撃があり、ウクライナ軍が撃退したとお伝えしました。その後、ウクライナ軍の国家警備隊第14チェルボナカリーナ旅団によると、この攻撃で、ロシア軍の兵士229名が地面に召され、34人負傷、装甲戦闘車24両、オートバイ99台、その他車両2台が破壊され、ロシア軍は大損害を被ったことが判明しました。2番目。ポクロフスクの南東にあるリシフカでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が集落内で反撃し、集落をめぐる攻防戦が激化しています。ご覧いただいているのは、ロシア軍の第120砲兵旅団のもので、誘導砲弾の座標特定のための偵察映像となっています。この付近は、一旦、集落の中央部をルジアンが占領したとしていましたが、この後方に流れる川まで 1.5 キロウクライナ軍が奪還したとして更新しました。3番目。ポクロフスクの西にあるウダチネでは、線路上の機関車をめぐる攻防がありました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第152ジャガー歩兵旅団のもので、地図の場所にある機関車に近づいて、装甲のない床下に潜り込んで、その様子を観察しているところとなっています。この機関車は、
ロシア軍が持ち込んだとする情報もありますが、最初はウクライナ軍が即席の陣地として使用していたのをルジアンたちが奪った可能性もあるとのことです。この機関車は係争地内にありますので、戦況時に変更はありません。それ以外の西側正面では、ルジアンの攻撃は前進につながらず、戦況図に変更はありませんでした。コスティアンティノピル方面。この方面では、コスティアンティノピルの南の郊外でルシアン軍が前進しました。位置情報付きの映像と複数の情報を総合すると、ロズリフからロズドルネでは、ロズリフで攻防戦がありましたが、その後、ウクライナ軍が防衛ラインを引き直して後退したことから、ルシアン軍が前進し、支配地域を拡大させたことが判明しました。戦況図では、その範囲を、係争地からルシアン軍が占領したとして、また、ロズドルネは、占領を示す赤マークに更新しました。面積は25平方キロになります。後方地域。今日もロシアン軍の占領地で不審な事件が起きています。1番目。昨日の動画でお伝えしたクラスノダールのロシアン兵100人が脱走した事件について、地元メディアが兵士の妻と弁護士の話として伝えるところでは、100人が劣悪な環境で拘束されていましたが、その中の数名から賄賂が支払われて仮釈放されたものの、約束の時間に戻ってこなかったことが原因となったことが判明しました。また、拘束され、捕らえられた兵士たちの中には、手足を失った兵士や、片目を失った者もいたとのことで、6ヶ月以上も屋外に放置され、医療が提供されず、朝と夕方に、点呼のため呼ばれる以外、仕事もなく、寒くフェンスで囲まれた屋外にただ放置されていたとのことです。最新の情報では、3人が指名手配中となっています。2番目。クリミアの黒海艦隊では、幹部の家族が急いでクリミアを去った情報があります。パルチザン組織のアテシュによると、クリミアでは、市民を装った部隊による秘密パトロールが実施されるなど、警備体制が強化され、これまであった休日がキャンセルされ、クリミア全域で警戒レベルが上がったとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは3回攻撃を行いましたが、戦況図に変更のある情報はありませんでした。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。